例えば科学者は魔法使いなんじゃないかなっていう、学校の実験そのままやっただけだとやっぱ見てくれる人も回数も少ないですし、あと見てくれる時間、視聴時間っていうのもやっぱ短いので、その時話題になっているとか興味あるようなトレンド。第3セッションです。元気いっぱいひらめきと不思議の新たな源泉というタイトルで、今日はサイエンス系 YouTuber のラボにやってまいりました。このラボの、景色をちょっと見てみましょう。たくさんの工具がありまして、そうかと思えばなんかアニメで見たことのある武具が作ってある。工具は相当揃っていますね。なんかテスラコイルあると、その向こうになんか怪しい武具が、こういうのは共存しているところが面白いですね。これは電子顕微鏡、はい、今日は科学の知識を応用して、いろいろなものを実際に検証してみたり試したり作ったりということの、現場をインタビューしていこうと思います。お話を伺う人は理科センターの、大西さん、中学校高等学校の先生もやっておられます。お話をしていただくのは市岡元気さんです。それでは始めましょう。はい、今ご紹介に預かりました東京学芸大学理科教員高度支援センターの大西和子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず市岡さんの自己紹介を兼ねてちょっと実験紹介をお願いできますか。はい、わかりました。じゃあちょっとこちらをご覧ください。こちらですね、透明な液体があります。ここにですね、この綺麗なオレンジ色の液体を入れます。そうすると、すごい、はい、光り出しました。明るいですね。はい、ちょっと暗くしてみましょうか。はい、すごい。全体がオレンジ色に。これはですね、化学発光って言って、ご存知かと思うんですけど、サイリウムとかコンサートで使うサイリウムとかと同じ原理ですね。はい、2つの化学薬品を混ぜ合わせると光るというものです。ホタルの発光とかお尻が光る仕組みと一緒なんですよね。はい、こういうものを通してですね、科学に興味を持ってもらうような活動をですね、 YouTube で新しい実験を週3回、2回から3回ですね上げて、たくさんの方に科学に興味を持ってもらおうと思って活動をしております。教育になる実験以外にもですね、サイエンスアーティストとして科学と例えば音楽を組み合わせたりとか、科学とお笑いを組み合わせたりとか、いろんなですね実験をやったりとかして新しいことにチャレンジをしています。テレビとかではですね、罰ゲームとかで笑ってはいけないとか、アメトークとか、ロンドンハーツとかで実験を通して罰ゲームをやったりとか、あとポケモンのうち集まるとかでポケモンの技を実験で再現したりとか、はい、YouTube 以外にもテレビとか本とかいろんなことでですね、科学を使った表現をしてたくさんの方に科学を好きになっていただくようなきっかけ作りをしております。はい、もう一つお見せしましょうか。はい、お願いします。はい、これすごい装置が出てきましたね。これは何かっていうとですね、雷を発生させるマシンで、約50万ボルトの雷が見えます。大西先生、感電しないようにまずは気をつけていただいて、はい、いけるなと思ったら感電してみても大丈夫です。ちょっと怖いですね。ちょっとじゃあ電源入れてみますね。はい、いきます。こんな感じでですね、これを使った罰ゲームとか。大丈夫だったんですか今。そうですね、これは金属の手袋をしてまして、でここの線がアースっていって、水道管通して金属なので地面まで伝わせてますけど、これは避雷針の原理で、雷が落ちても家に避雷針があれば地面まで伝わるので家の中は無事っていう、こういうものを使って罰ゲームとかそういう教育になるような実験とかいろいろなことをやったりしております。
楽しい実験ありがとうございます。びっくりしました。こういうところから科学に興味を持ってもらえたらいいなと思って活動しております。はい、道岡さんどうもありがとうございます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。先ほどはすごくびっくりしました。大変ユニークな実験をありがとうございました。触ってみたくなりました。ちょっと怖いですね。また後でちょっとやらせてみます。興味あれば。はい、ありがとうございます。はい。こんなようにたくさん楽しい実験を提案されている道岡さんですが、大学を卒業されてからサイエンスプロデュースやサイエンスコミュニケーションの仕事をしようと考えたのはなぜですか？そうですね、僕は小さい頃から科学理科が好きだっていうのも、一番にあるんですけど、やっぱ科学って本当に魔法みたいなもんだと思うんですよ。だから科学者は魔法使いなんじゃないかなっていう感じがしていまして、ほうきで空を飛べなくても飛行機を使えば空を飛んで海外とか行くことできますし、あとロケット使えば月とかね、遠く今度火星とかもね行けるかもしれないですもんね。あとテレパシーで遠くのねお母さんとかお父さんと話せなくても携帯電話使えばすぐ話せるし、ズーム使えば直接顔を見て話すこともできるようになりましたし、なので科学を使えば魔法みたいなことが簡単にできるようになったっていうところで、科学って人の役に立つ素晴らしいものだなと思って、科学に興味を持ってもらう人が増えて、そして科学を勉強する人が増えれば科学技術がすごく発展するんじゃないかなと思ってこの活動をしております。やはりそういうことは小さい頃の体験とかが影響していますか？そうですね、やっぱ小さい頃からやっぱ、理科の中でも一番最初は生物から入ったんですけど、ずっと生き物係とかで、生き物が大好きで、金魚に餌やったりとかする係なんですけど、生き物と触れ合うのが好きで理科に興味を持って、そこからサイエンスマジックとか実際に何かをやって驚くっていうのが好きで、やっぱ実験をたくさんやってましたね。YouTube をすることを中心にですね独立したんですけど、そもそも僕は理科が好き、そして子供が好きっていうことで、学芸大学の小学校教員養成課程の理科を専修しまして、先生になりたいなっていうのもあったんですけど、先生になってたくさんの方に理科を好きになってもらうとなると、1クラス多くてもやっぱ40人くらい、1学年でも100人くらいだと思うんですね。でもサイエンスライブとかだと一気に1000人とか2000人とか、たくさんの方に科学の魅力を伝えることができる。あとテレビとか、YouTube とか使えばもう全世界数百万人数千万人に一度に科学の素晴らしさを伝えることができるなと、これはすごい魅力的なツールだなと思って去年独立して、YouTube を中心に活動しております。科学興味持ってもらう人が増えて世界がより便利になればいいなと思って、将来的には科学の遊園地を作りたいなと思って今は活動してるんですけど、科学ディズニーランドってやっぱ楽しいじゃないですか。そうですね。でそういうところに行ってで楽しいなと思ってお家に帰ってみたら勉強になったなみたいな、それがあったらすごくいいんじゃないかなと思って、楽しくて学べる場所はいつか作りたいなと思って活動してますね。科学の遊園地は時々 YouTube の中でも、自分の夢として語られていらっしゃいますね。私も理科が好きでやっぱりそういう科学の遊園地あったらいいなっていうふうに思ってます。ぜひ素敵な夢だと思います。実現してください。ぜひその際にはご協力いただきますでしょうか。ぜひ私でよければぜひお手伝いさせてください。たくさんの方の多分助けが必要で、それでようやくできるかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひありがとうございます。そんな夢のある元気ラボという YouTube チャンネルだと思うんですが、元気ラボの視聴者はどのような世代構成になっているか教えていただけますか？こちら見ていただければ分かると思うんですけど、男性がだいたい8割くらいで女性が2割くらいですかね。やっぱり科学実験を好きなのは男性が多いんじゃないかなっていうところですね。であと年齢層的には、18歳から24歳が 36%、大学生とかが多いんですかね。あと今僕の世代くらいですね、その大学生から上の34歳くらいまでとかがすごく多くて、であとは
残りですね、やっぱ小学生と小学生のお子さんを持つ親とかの世代ですかね。はい、その辺が登録者は多いので、やっぱ若い人たちが見ているっていう感じはすごくしますね。そうなんですね。やっぱり中高生とか、小学生もいる。そして、学校から離れてきた世代というところにも視聴者がたくさんいるということで、そうすると理科って言いますとやっぱり科学館に行ってというイメージがやはり昔からあると思うんですが、実際科学館に行ってみると溢れているのは小学生ばっかりで、見ているとやはり中学生とか高校生っていうのはすごく少ないなというふうに感じています。世代によって遊び場所が変わってくる、移っていくっていうのは自然なことだと思うんです。その小学校の子どもたちが科学館に行かなくなってから、今度は10代とかちょっと上の世代の人たちとの、付き合っていく上で気をつけていらっしゃることとかありますか？そうですね、やっぱり学校の実験そのままやっただけだとやっぱ見てくれる人も回数も少ないですし、あと見てくれる時間、視聴時間っていうのもやっぱ短いので、データ出てきてすぐ分かるんですけど、できるだけ長い間たくさんの回数を見てもらうためには、その時話題になってるとか興味にあるようなトレンドに結びつけて実験を考えていくっていうことを一番に考えてやっております。学校の実験そのままプラスそこに何か結びつけられないかなって常に考えてはいますね。Amazon プライムで新しいアニメ見たりとか、ちょっと広く浅くなんですけど、できるだけたくさんの方に興味を持ってもらえる話題を探すことに結構注力している感じがあります。今の時代のトレンドというものをすごく強く意識されていて、でそれだけじゃなくてそれを広い興味で、科学の目でアプローチするということに力を入れていらっしゃるのかなというふうに思いました。はい、そうですね。近年ではその新しいことを、YouTube だったりネットで探すということが増えてきていると思います。でそういう、中には動画の講座っていうことも、いろいろ出てきていると思うんですね。でその市岡さんはその講座の講師とはまた全然違った表現を目指されているんじゃないかなと思うんですが、その表現者としてどのような方向性を目指していらっしゃいますか？そうですね、やっぱ講座の講義っていうのはやっぱ自分からなんですかね、主体的に能動的にこう選んでみると思うんですけど、逆に YouTube っていうのはなんか暇な時間とかになんか興味あることをどんどん見ていってやるコンテンツ、見るコンテンツなので、一つは主体的に能動的に学ぶよりも自動的、勝手に学べちゃうような動画作り、例えばね、スライムとかドラクエ興味ある人が検索してて、そして僕の動画に来て、そしたらなんか金属の勉強になったとか、だから勝手に勉強しちゃうようなそういう動画ができたらいいなっていうのを作ってますね。すごくいいですね。自分が気がつかないうちに学んでたっていうのは、やっぱり勉強しなきゃっていうよりは、自然にやっぱり気持ちがね、楽な気持ちのところで、スッて入ってくる知識っていうのもあると思います。すごく、新しい勉強の形かもしれませんね。そうですね。勉強してる人もあんまり疲れないで、ちょっと勉強できるというか、勝手に勉強できてるっていう動画をどんどん作りたいなとは思ってますね。なんか僕が見ているデータとかだと、やっぱり小さい頃から TikTok とか YouTube とかも見ている子どもたちじゃないですか、今の世代は。またそうするとやっぱり集中力っていうのが長く続かないんだなっていうのが結構見ていて思っていて、YouTube だと昔は5分くらいの動画がすごい伸びていたんですけど、だから 2,3 分とか、5分くらいで集中力が切れちゃうから次の動画行っちゃったりとかしていたりとか、だから2,3 分で何かアクションを起こさないと飽きちゃって次に行かれちゃったりとか、あと TikTok とかだともう数秒ですね、数秒見てて面白くなったらどんどん次の動画に行ったりとかしているので、数秒で楽しませるにはどうしたらいいかとか、そういうものを意識してちょっと今はやっておりますね。テレビだとこうずっと座って昔は見ていたけど、 YouTube だともう次に行きたくなっちゃう、好奇心はあるんでしょうけどね、でも逆に何ですかね、興味のある入り口を作ってそこを見て興味を持ったら、さらに詳しいところを知ってもらいたいなっていうことで動画を作ったりをしていますね。そう
そうでしたか。はい、そのやっぱりお話の中でこうやっぱり YouTube が入り口になってっていうところがポイントになってるのかなと思いました。はい、でしかもその YouTube っていうのはもう何万人っていう単位で、ね、視聴者がいるなと思います。でそうすると入り口となる YouTube のコンテンツに何万人もこう集まってるっていうのはすごい状態だなというふうにと思いました。その YouTube とかですね、動画を見るという機会がこの、ね、今年に入ってコロナの影響でものすごく機会が増えたんじゃないかなと思います。はい、そのコロナの影響、ステイホームっていうことで元気ラボの視聴者さんの方にもやっぱり何か影響があったんじゃないかなと思うんですが、そのあたりはいかがですか？そうですね、結構ガラッと変わったっていう感じはしていますね。そうですか。はい、3月に急にやっぱり全公立学校が休校になったじゃないですか。はい、なのでちょっと休校になって勉強がそこで止まっちゃった子どもたちはかわいそうだなと思って、はい、まずなんか勉強になる動画ができないかなと思って、それを頑張ってあげようとまずあげたんですね。はい、3月くらいですね。なので今までは10分とか長くても十数分くらいの動画だったんですけど、やっぱ授業1本分ってなるとやっぱ45分とか50分とかじゃないですか。だからまずそれを作ろうと思って、でもよく考えると10分でずっと興味持たせることをやるには4個とか5個とか実験を突っ込んでるわけなんですけど、それが30分とか50分とかになるとなんか20個とか実験を入れなくちゃいけなくて、準備大変。そうなんですよ。そこを考えたり準備するのにどうしたらいいんだろうって思うのに最初は苦労しましたね。でもなんかやってみるとなんか授業とこの動画っていうのもなんかリンクしているのもあったりとかして、こういうやり方もあるなとか、そういうので意外とできて新しいコンテンツが生まれたりしました。そうでしたか。でそんな3月4月あとベネッセさんとですね、やっぱ4月5月も休校続いちゃってたんで、やっぱ子どもたちの学校の行くリズムっていうのが崩れちゃうといけないなっていうことで、昼間の朝8時くらいからお昼過ぎくらいまで、学校に通常はいるであろう時間に流す動画を40分とかですかね作って出したりしたんですけど、面白い実験を持っていたのっていうのもあってすごく反響があってですね、なんか子どもたちが最初はやっぱ3、4、5月くらいですかね、うちのチャンネルに来てくれることが多くなったりとかしました。そうなんです。でちょっとそれが落ち着いて、なんかやっぱ何ですかね、コロナっていうことで、ウイルスとか生物系の話とか、あと何ですかね、衛生的なマスクとか消毒とかの話、トレンドですよね、一番みんなが興味を持って調べていること、もともとはですね、コロナっていうワードがちょっとセンシティブで、YouTube 的にもあんまりなんですかね、触れちゃいけないみたいな感じで、最初はそれを入れると広告が外されたりとか、そんなことがあったんですか？そうなんですよ。そういうのがあったんですけど、こういう時期でもやっぱやる必要はあるんだろうなと。やっぱ知りたい人はいるし、正しい知識、それによってやっぱいっぱいテレビは報道してるけど間違った知識とかもあるので、何が正しいのかは伝えていかなくちゃいけないと思いまして、マスクの動画を一つ上げてみたんですね。そしたらすごく反響があって、ちょっと分かりやすいっていうことで、布マスクをですね、何千倍だろう、2000倍とかに拡大してみて、ここでウイルスはこのくらいのサイズですとかやって投げて通過するかとかをやったんですけど、それをやったことで50代60代とか幅広い世代まで興味がある人が増えて、うちの視聴者もその時にすごく変わりましたね。新しい視聴者さんが。そうですね。なので3月くらいまで10万人くらいの登録者数だったんですけど、そこで4万人5万人くらい増えて、すごい増えましたね。そうですね、上の世代の方まで興味を持ってくださるようなチャンネルに、変わりましたね。たださらにですね、その後が、本当は僕が、やっていきたいっていうのは、やっぱ科学は魔法みたいなものだってことで、ファンタジーを科学で再現する、アニメとか魔法の技を科学で再現するみたいのをやっていこうかなとは思ったんですけど、逆になんですかね、60代70代の方はそこはちょっと離れた世代、トピックとしては離れているので、逆にそこになんですかね、おすすめに表示されるとクリックされないんですね。僕がアニメの技を科学で再現しても、
それでちょっと1回登録者が月にもう多分数百人しか伸びない、日によってはマイナスの時もあるみたいなそういう時もあってちょっと苦労はしましたね。世代によってこうやっぱり興味がいろいろ分かれてしまうから、そういうことも市岡さんの、ね、動画の影響としては出てくるって、でもすごいですね。そういう YouTube の視聴とかその傾向が直ちにも数字で現れて、今の、時代もすごくいろいろなところで進んできてるんだなというふうに思いました。その視聴者さんと直接の意見交換とか交流というものはあるんですか？そうですね、基本的には僕が発信してでコメントもこう一方的なものなんであんまり交流っていうのはできないんですけど、一応コメントを読みながら皆さんの興味ある実験をちょっと開発したりとかはたくさんやってきましたね。あとはですね、メインはですね、科学実験オープっていう実験が好きな人たちのコミュニティを最近作りまして、その中でやっぱりまだ非公開の今度これやりたいんだよなっていう実験をどうしたら面白くなるかなとかの話し合いして、で上げるっていうのを最近やり始めてますね。ここから生まれた実験も結構ヒットが多くて、例えばレバノンの爆発の実験とか、この間事故があったと思うんですけど、ちょっとあれはもうやろうかとは思ってなかったんですけど、視聴者さんとか、科学実験王国の方が興味があって、でこうやったらいいんじゃないかなっていう話を受けて一緒に作ったりとか、それも結構20万再生くらい今いってますし、やっぱりたくさんの人でいろんな興味あることを作り上げるっていうのはすごい強いんだなっていう。私も硝酸カリウムと硝酸アンモニウムの発火実験はちょっと拝見しましたし、意外と身近にあるものでも危ないんだなっていうのは市岡さんの動画を見てものすごく感じました。ためになったなと思って見ていました。ああいうのを通すことでやっぱ科学リテラシーっていうのが上がるんじゃないかなと思いまして、身近にある危険なものとか、普通に考えていたけど実は科学的でより便利なものとか、そういうのはそうですね、科学リテラシーをたくさんつけてもらうためにうちの動画を見てもらうとすごいいいなっていう風になればいいなと思っておりますね。で今後科学実験王国ではこのラボでダイヤモンドを合成したりとか、科学好きな人が集まってるので僕一人じゃできない実験もできたりとかするので、もしちょっと見ている皆さんでも実験に詳しくなくてもただサポートしてくださる、こういう活動を応援してくださる皆さん、見てるだけっていう方も結構いらっしゃるので、ぜひちょっと参加していただけたら嬉しいなとは思っております。そうですね、ぜひ、見ている方も、市岡さんの YouTube や科学実験王国の、ぜひ登録を、お願いいたします。そのようにやっぱり科学実験が好きだっていう人たちがやっぱりある程度の数がいて、でそういう人たちが、どんどん集まってきてるんじゃないかなと思います。やはりそういうふうに主体的に学ぶ人たちがこういうふうに集まってきていますが、普通の学校の先生と生徒という関係とはまたちょっと違いそうですよね。そうですね、YouTube 自体見るのは無料ですし、コメントも勝手に言う感じなので、面白くなかったらちょっと見なければいいだけなので、強制的な結びつきはないので、先生と生徒っていう感じではないですね。でも僕の動画を見て理系に進みましたとか、あと学校の授業で僕の実験使われましたとか、動画見ましたって言われるとすごく嬉しい、やりがいがある感じがしますね。そうですね、やっぱりそういう反応があるとやっぱり市岡さん自身のモチベーションもすごく高まるし、もっともっと頑張ろうっていう気持ちにもなっていきますよね。ユニークな実験をね継続してこう出していくっていうのはすごく大変だなとは思います。で先ほど科学実験王国の、やっぱりメンバーもいるということもありましたが、やはりご自身でもいろいろ実験はお持ちなのかなと思うんですが、そのあたりはどうですか？そうですね、自分のやりたい実験はもう200個とか300個くらいやりたい実験はいっぱいあるんですよ。でいろいろ見てて不意にいろいろ思いつくんですけど、一番そういうやりたい実験を思いつくコツっていうのはですね、メモを取ることかなと思いまして。大事ですね。やっぱ人間の脳のメモリーっていうのは限界がありますので、メモを取っておけば不意にやりたいことが思いついても思い返せばすぐメモを見れば思い出せますし、でメモを取っておくとその次に新しいことも
をなんですか考えついたりしますので、まあ、そこはちょっと皆さんちょっと見ている方ぜひメモっていうのはね取っていただきたいなっていうのは思いますね。まあ、それをやるとやらないで全然僕もアイデア思いつく数っていうのは全然変わりましたので、まあ、さっきお話しした科学実験王国からのメンバーからの実験だったりとか、まあ、結構なんですかね、まあ、僕自身だけじゃなくていろんなところから情報を入れて実験を作り上げてるんですね。前はですね、ただ思いついたものをもう気ままにずっとやってたんですよ。今週2上げてるんですけど、前は週3上げてまして、で、まあ、週2はちょっと頑張って力入れたもので、週1はただやりたいだけのものをやってたんですけど、逆に登録者全く増えず、そのなんですか、ただやりたいだけのをやった時は逆に減るみたいな時もあったりして、なのでやっぱりそうですね、しっかりクオリティが高いものをやっていかないといけないなっていう、完成度を上げてやっていかなくちゃいけないなと思ってまして、たくさんの方に見てもらえないと、なんかやっていないのと同じだなっていう、むしろマイナスだなっていうのが思いついたものをそのままやるんじゃなくて、たくさんの方に興味が持ってもらえそうな内容でクオリティを高くやっていくっていうのが必要だなっていうのは感じましたね。すごい強烈なメッセージだなと思います。やっぱり自分が興味があるものをただやるだけではやった意味がないどころかマイナスって、ものすごく強いメッセージだなと思います。まあ、そういうふうにいろいろこう考えて突き詰めて考えるっていうのは大学の在学中にやっぱり教育実習でもされていたんじゃないかなと思うんですね。やっぱり教育実習で学校用の指導案を考えるとか、それから模擬授業をするっていうことをご経験あると思うんですが、やはり学校という縛られた中でっていうよりは YouTube であればもっと自由にいろいろやれるんじゃないかなとは思うんですが、そのあたりはどうですか？そうですね、でも僕が教育実習に行ってた時もやっぱり子どもたちに興味を持ってもらいたいってことで、どう子どもたちに興味を持ってもらえるかは中心に考えてましたね。例えば小学校6年生の教育実習行った時は、塩酸にアルミを溶かすっていう実験で、アルミ切ったものをただ塩酸に入れるよりは、ちょっとアルミのスプーンとかを入れてスプーンが溶けたりとか、なんか身近なものが溶けると結構ショックですね。そうですよね、意外とこういうものがあってるとか、あと小学生向けの昆虫の実験の時に、そのまま本見てこれが昆虫ですっていうよりは、僕が飼っていた虹色クワガタとか5本角カブトとかいたんで、それをちょっと持ってって回してみてもらったりとか。すごい、もう男の子大喜びですね。そうですね、ちょっと女の子はねもしかしたらキャーキャー言ってるかもしれないんですけど実際なんかそういうね、心が動かされる経験がまずあった方が入り込みやすいかなと思って、そういうのも教育実習に入れてましたね、最初に。YouTube だと、この YouTube の動画のチャンネル自体がメディアとしてなっているので、そこに協力してくれる企業さんとか、広告にもなりますしね、そういう方とかがたくさんいらっしゃって予算とかもつくので、自分の好きなことができたりとかはしていますね、感じています。例えばあそこにある電子顕微鏡とか、日立ハイテクさんから機材を提供いただいて、協力いただいてやっていたりとか。すごいですね。電子顕微鏡があればもうめちゃくちゃミクロの世界が見えますので、普通の人が見れないものとかすごい見えたりしますね。学校ではなかなかできないなっていうことが、いろいろできるというところで、そういう動画が市岡さんの動画にはたくさん上がってるかなと思って、見ています。で、その視聴者自身も先ほどね、知らず知らず一緒に学んでいて、ね、一緒に考えてみたりで、そして体験している、試しているっていうような感じを持っているんじゃないかなと思って見てます。で、そういう作品作り、動画作りに、どのようなことに気をつけながらやっていらっしゃいますか？まずはそのまま現象をただ単にやるんだけじゃなくて、一番はなんかワクワクするストーリー作りをちゃんとですね、それをやろうと思って心に置いている感じですね。まず結構台本を作って、で起承転結、最後に何が起きるかを考えて、
ワクワクするにはどうしたらいいのかっていうのをいろいろ考えてますね。はい、例えば1週間前に上げたメルカリで売ってた金塊ってやつを、本当の金かどうか確かめる動画っていうのを上げたんですね。はい、見ました見ました。ありがとうございます。あれは、日立ハイテクさんから機材協力いただいて元素分析機っていうのがあったんですよ。それをピッてやればすぐ元素が分かっちゃうんですけど、それだけじゃ面白くないので、それは最後に取っておいて、まずその金が磁石にくっつくかとか、メッキじゃないかとか削ってみたりとか、あとは塩酸とか硝酸に溶かして溶けるかとか、なんだろうって試した後に最後に必殺技として元素分析装置で作るみたいな、そういう感じでなんかちょっとずつねワクワクを高めていくと最後まで見てくれて、なんか今ちょうどもう70数万再生とかされていまして、登録者もそれだけで2万人ぐらい増えたりとかして。そうでしたか、私も拝見しましたが、やっぱり磁石を使うとか、削ってみるとかで、あとね酸を使ってみるっていうところはやっぱり学校でもそもそもがお家でもできそうなっていう、やっぱりそういうところを丁寧にやってるなだけじゃなくてちゃんとストーリーを考えてすごく楽しく見させていただいてました。そういう、動画を作りながらなんですが、またコロナの影響で学校が休校になってしまいましたね、3月4月、でそして、そんな中で市岡さんは子どもたち向けにオンラインで実験教室を、いち早く行われていらっしゃいました。でこんな機会に子どもたちが応募するっていうこと自体は子どもたち自身がやっぱり主体的な学びの姿勢だったんじゃないかなと思うんですね。そうですね、やっぱりなんか正直 YouTube で自分の見たいものを自分で選ぶっていうことがもう主体的になっているかなと思ってまして、昔はねお父さんとか家族が好きなテレビをこうやって一緒に見てるみたいな感じだったと思うんですけど、今はもう自分から主体性があるような子どもたちじゃないかなとは思ってるので、興味あるものでさらになんですかね、教育的に意味があるものとか作れるかっていうのが大切なんじゃないかなとは思っております。だんだんそういうふうに動画を作っていっていますが、市岡さんがやっぱり番組を作る上で興味を持ってもらえるぞとか学ぶ価値がある動画だなっていうふうに思ってもらう、そんなような動画作りで気をつけていることっていうのがもしあれば教えていただけますか？そうですね、なんか全編通して興味あることにするにはなんかやっぱ面白みがなくちゃいけないんですけど、その面白みの中でもなんか一つだけ学べるものがあったらいいなと思ってやってます。例えば冷感マスクの実験だったら、一つ学んでもらいたいと思ったのは、熱伝導率っていう言葉ですかね。鉄とアルミを置いておいてお湯で温めるとアルミの方がすごく早く熱が伝わるとか、一つの動画の中で面白いけど学びが一つでもあればいいかなとは思ってますね。あんまりたくさんのことがババッと入ってきちゃうとなんだろうっていう気持ちにもなってしまうと思うんですが、やはり一つの動画に一つは学べることっていうすごく心がけとして大事じゃないかなと思いました。ですが科学の現象っていうのはやはりいくつかの、複数の要素が絡まっていたりとか、そのあたりをどのように説明していくのかっていうなかなか難しいところがあると思うんですね。ただ市岡さんはそのような難しいところがやっぱり出てきてしまうものに関してはどのように注意しながら動画を作られてますか？そうですね、できるだけシンプルに伝える、っていうことですかね。だから例えば複雑になりすぎるところはちょっとカットして、セカンドのより詳しく科学が知りたい人のチャンネルに回すとかで、例えばこの間は磁石がどんなものに反応するかっていう実験をやったんですけど、鉄はくっつきますよね。磁石くっつきますね。あとやりたかったのは野菜とかトマトとかキュウリは反発していく反磁性っていうのがあるんですけど、水分子が反磁性を持ってるからっていうのなんですけど、逆にお金はどうなんだろうと思って、1円玉5円玉10円玉とか、この中には鉄がくっついてないので本当はひっついてきちゃいけないわけですよね。だけど実際の実験では例えば1円玉とかこうくっつけて一気に離すと、渦電流が発生してそこでひっついてきちゃうわけですよ。他の効果についても同じで、だけどそれを渦電流とか説明しちゃうと小学生には全然わからなくなっちゃうので、そこは
一気に話さずにちょっと話してこう、ひっついてこないよねみたいな感じで、本当はそうだけどできるだけシンプルにするためにカットしたりとか。そうですね。やはり余計な情報は見せないで、注目してほしいところにフォーカスをしてっていう工夫を考えていらっしゃる。そうですね。ここでちょっと少し話が変わるんですが、学校ではやっぱりそういう実験をしたり勉強をして、でその範囲が終わったらテストをして、完結しましたっていうような、よくある流れだと思うんですが、やっぱりちょっと学校としてはまっとうにやってるんですが、まっとうだけにやっぱり文句の言えないつまらなさっていうものがあると思うんですね。で自分がやっぱり知識を主体的に活用できないっていうことがやっぱりフラストレーションになってるんじゃないかなというところがあるけれど思うんですが、このやっぱり学校では主体的に学ぶように育てなきゃっていうふうに言われていて、でも実際本当は主体的にやりたいっていう人たちがたくさんいるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりは市岡さんが感じていることとかありますか？そうですね。やっぱり最近 YouTuber がすごい増えたっていうのも、やっぱ主体的にやりたいっていう若者が増えてきたんじゃないかなっていうのは感じますね。実際に行動に移すまでがなかなか最近の人たち、昔からですけどね、難しいんじゃないかなと思っていまして、やっぱサラリーマンの人たちが多くて独立してなんですかね、自分でやってる人たちが少ないっていうのはそれもあるのかなとは思うんですけど、やっぱりきっかけを最初に与えてあげないと自分から一から作り出すっていうのが、なかなか方法が分からなかったり、思い切りがなかったりするので、そういうのをなんか授業の中でも取り入れることができたら素晴らしいんじゃないかなとは思うんですね。例えば YouTuber も小学生でも始めることはできますし、あと限定公開でもね、クラスのみんなだけで見れる YouTube も作ることはできますし、実際になんですかね、やっぱなんですかね、撮るのは難しくてもやっぱ出たいっていう子どもたちも、カメラに映りたいっていう子どもたちも多分たくさんいるとは思うんです。で実際にそれが完成してできて、なんか達成感っていうのを味わえるとまた新しいのやりたいってなると思うんで、そういう環境づくりがこれからねできていったら素晴らしいんだろうな、自分からやりたい、やれる人が増えてくるんだろうなとは思いますね。やっぱり自分がどうしたら一歩踏み出していけるかなっていうのは、やっぱり自分が会社辞めて YouTube になるというのはなかなかハードル高いと思いますが、もっとやっぱりスモールステップなところで、何かのきっかけで一歩踏み出せるような、そういうチャレンジ精神っていうんですかね、そういうのがどんどん子どもたちから引き出せるようになるといいかなというのは、お話聞いててすごく私もそうだなと思って、感じました。一岡さん自身は、今できるかどうかちょっと分かりませんが、将来こういうことに踏み出してみたいなとか、そのようなチャレンジお考えになっていることはありますか？ロボットとかも発展してきてるので、自分が乗って、実際にどっかに巨大ロボットがあって、そこにカメラ積んどいて、で実際に、ゲームみたいな感覚でここにお家でメガネつけて、で対戦すると実際に遠くでロボットが動いてるロボット対戦が実際にできたりとか、そういうのができたらいいなとか、あと結構災害とかですね、もう結構やっぱ遠くでなかなか行けないところで災害とかが起きたりとか危険とかもありますので、ロボットであればね、自分の手足のように動かせるロボットがあればいろんなところに行けると思うので、実際にVR で見ながら遠くにある災害の場所にあるロボットを自分で動かして、なんか人を救助するとか、災害を助けるとか、そういうのができたら素晴らしいんじゃないかなとは思ってますね。そうですね。やっぱり 5G っていう新しいツールで、しかもお家にいながらそういうのができてしまうっていう可能性がありますね。遠くにいるからこその良さというんですかね、どんどん使っていけるような時代にこれからなるんじゃないかなと思います。で今後文部科省が考えているギガスクール構想とかソサイティ 5.0 というような活動がどんどん子どもたちの方に広まってくると。でそれはもう子どもたちだけじゃなくって、大人が再び学ぶというところにでも入ってきて、どんどんそういうところでデジタル化が進んでいくのかなというふうに思います。
市岡さんにもそういう楽しいすごくインスピレーションが、ね、ある楽しいイメージですよね。そういう枠にはまらない表現活動を今後もどんどん続けていっていただけたらと思います。今日は本当に楽しいお話をありがとうございました。ありがとうございました。